次に首肩こる、やってにくい。すぐに疲れてむくんでまう。これ、一つでもあれと思ったら、要注意です。これ、ほんま放置すると将来、このようにストレートネックになる可能性も強いから、ほんま、一緒に解決しよう。すごい。セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって、手術で首や肩の痛みや凝りがあったまま、引退しました。そこで今回は、ノブ先生の考える、寝たままリンパを流して免疫力もアップし、首、肩こりまで改善し、体全体の悩みまで解消するセルフケア教室の授業になります。ノブ先生も肩手術して首、肩まで痛く悩んだことあるから、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。なんで、一緒に解決しましょう。これ、寝たままできるから。ここで、このコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。今回、一つでも当てはまった人にやってほしくない行為があります。このようにリンパの詰まっているところや首や肩の凝ったところをこのようにもみほぐしたいです。これほんま飽きません。狙ってる筋肉がほんまちゃいます。ここで今回の症状が起こっている秘密と解消方法は、まあ聞くのめんどくさいけど、聞くと自分や大切な人の健康貯金の財産になるから、数分だけほんま聞いて。リンパは主に2つの役割があって、1つ目は体の中に入ったウイルスや異物を各節々のリンパ節で除去する免疫の機能の役割。もう1つは老廃物を回収し運搬していく排泄機能の役割のこの2つがあります。今回はその中でも特に重要な鎖骨下リンパ節を流していきます。そのリンパ節が通る道を塞いでいる固まっている筋肉があって、実は体にはズボラでサボっている筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラな専門的な筋肉を狙って働かせてないから、道を塞ぐ筋肉が固まってリンパを詰まらせ、免疫を下げたり、首、肩こりまで引き起こします。そうなると、頸椎の腕力が悪くなって、このようにストレートネックを発症するリスクがあります。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと働いてないのが本間の原因になります。では、どうすんねんって思いますよね。そこで格闘家整体師、ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラの筋肉のセルフケアは2つ。でも、この体操のエクササイズは寝たまま誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋1つ目、肩甲骨の裏からこのように肋骨まで支えてつながる前鋸筋という筋肉、ズボラ筋。2つ目は肩甲骨の内側から背骨までつながり支える菱形筋という筋肉。ここを専門的に狙って動かし働かせます。結果、ズボラから卒業し動いて働くから、これ見てもわかるように肩甲骨、背骨、肋骨を矯正し正常化するので、首、肩の位置も修正され、痛みや凝りも改善し、ストレートネックも解消します。ほんで、ここの鎖骨下リンパの流れを止めていた固まっていた筋肉も緩むから、リンパの流れも解消し、免疫力が上がって老廃物も除去されるので、全身が活性化し代謝も上がって痩せ体質に変貌するというわけなんです。これめちゃめちゃ良くないですか。ほんまズボラ筋をほっといたらえらいこっちゃなんです。それでは脳書きはここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。最初に首と肩の柔軟の検査をしてほしいです。首をこのように下に向いたり上に向いたり、そして横にこのように倒したり、首をこのように動かしたりです。次に肩がどこまでこのように上がるのかっていうのもチェックします。そして終わった後にもう一度チェックすると、この動きが増えていればちゃんとセルフケアもできているっていうことなので、合わせてやってみてください。では最初の1つ目、前鋸筋からやっていきます。まず手のひらをこのような形で両方の肩の上ぐらいに置きます。そのままの状態で肘を斜め上の方向にグッと上げます。そうすると両方の脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間10秒かける3回やっていきます。ぐーっと上げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。ぎゅーっと頑張って上げて、両方の脇です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。こんなんでええんかいと思うけど、これでいいんです。では2つ目の菱形筋をやっていきます。まず両肘を曲げていただいて、手のひらを自分の方に向けます。そのまま両方の肘をこのように床もしくはベッドのところにこのようにつけます。そのままの状態で胸をこのようにぐーっと上げていきます。
肘をしっかり押します。そうすると肩甲骨と背中の内側のところに力が入ってきますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきますよ。ぐーっと上げて、これお尻を持ち上げたらダメですよ。肘でここの胸をぐっと上げます。そして腰に力が入ったらダメです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきますよ。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきます。ギュギュギュッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。でもなんかテレビ見ながら横向きでもやりたくないですか？なのでこれ横向きでやれる方法もあります。なのでこのような形でテレビ見ながらスマホ見ながらでも全然いいです。そして一つ目の前鋸筋やっていきましょう。まずこちらですね、上の方の手をこのような形で反対の肩の上ぐらいに置きます。そのまま肘を斜め下の方向ぐらいにぐーっとこのように出します。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、このままの状態で10秒間です。10秒かける3回です。いきます。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時にこうやって上に上げたらダメです。斜め下ですね。ここの膝の方向にぐーっと下げてください。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ全然このような体勢でも構いません。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ではそのままの状態で両頸筋もできますので、両頸筋もやりましょう。まず最初に肘を曲げて手のひらをこのような形で自分の方に向けます。そのままの状態で肩甲骨はこのように背骨の方に近づくようにぐーっとこのように寄せていきます。そうすると肩甲骨と背骨の内側のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ギューッと肩甲骨を寄せます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時に手のひらをできるだけ自分よりかもう少し上ぐらいにしていただくとやりやすいです。それでもきついならちょっと肘を曲げるぐらいがちょうどやりやすいです。このままいきます。ぐーっと肩甲骨を寄せます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ではラストいきましょう。ぐーっと寄せて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では同じように反対もやるので、このような形で寝返りをするとやりやすいです。まず手のひらを反対の肩のところに置きます。そして肘を膝の方向にぐーっとこのように下げていきます。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間です。10秒かける3回やっていきます。ぐーっと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手はちょっと動いてもいいですよ。ぐーっと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。ぎゅーっと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では次に両頸筋です。肘を曲げて手のひらを自分の方に向けます。もしくはやりにくい場合はもう少し肘を曲げていただいて、もう少し手のひらをこのような形で後ろに向けるぐらいまでします。そのままの状態で肩甲骨をぐーっとこのように寄せます。そうすると背中の後ろ側に力が入りますので10秒間やっていきましょう。ぐーっと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回頑張って。ぐーっと肩甲骨を寄せます。背骨の方に 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきます。ぐーっとラストです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。皆さん素晴らしい。最後までやり遂げました。では終わったんでもう一回チェックします。まず首をこのように下に向いたり、上に向いたり、そして横に向いたりとか、そして横に倒します。さっきよりか動きが結構良くなってませんか？そうするとセルフケアもちゃんとできてます。次に肩ですよね。このような形でどこまで上がるのかってチェックします。僕でも結構上がってます。そうすると首とか当然肩の動きも良くなってるので、凝りも改善するし、痛みも改善し、おまけにここら辺の周りも緩んでるからリンパの流れもドバドバ流れてるっていうわけです。そして最後にこのエクササイズ後に合わせておすすめな姿勢改善セルフケア方法もご紹介するので、最後まで注目してみてちょうだい。これ正確にはこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった2つの行動力、これがセルフ健康貯金の秘訣ですからね。ほんま貯めてほしい。
ほんで、ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた最後に今回のエクササイズをすると柔軟性も上がり関節の動きも安定するので、後におすすめな姿勢改善セルフケアを一緒にやってお別れしましょう。まず最初に肘と肩をこのように曲げて、手のひらをこのような形で骨盤のあたりにつけます。そのままの状態でこの形で寝転びます。次にこのままの状態をキープしたまま軽く顔を天井の方もしくは胸を上の方に向けます。そうすると肩の前、脇腹のところがぐっと伸びてきますので、そのままの状態で30秒です。これをすると肩甲骨剥がしにもなって、さらに肩甲骨の動きも良くなるから姿勢もシャンとするので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。両方やってねー。